こんにちは。今日はトラスから発売されている巻き取り式ケーブル内蔵の USB 充電器、そしてペルチェ素子冷却のワイヤレス充電器をレビューしていきます。巻き取りケーブル内蔵の USB 充電器については、従来の USB 充電器をパワーアップさせた製品かと思います。こんな感じでケーブルが伸びていきます。そしてもう一つの製品、ペルチェ素子内蔵のワイヤレス充電器については、こちらは正統派の製品というよりかは、面白ガジェット枠に分類される製品かと思います。こちら2つとも特徴のある面白い製品なのですが、実際のところ性能はどうなのということで分解レビューしていきます。まずはこちら、ペルチェ素子内蔵のワイヤレス充電器の分解レビューです。こちらです。トラスのオスタンドポーラーサークルというワイヤレス充電器でマグセーフと C2 に対応しています。実はこちら面白い特徴がありまして、ペルチェ素子を内蔵しているので冷却しながら充電できるというあまり見かけないタイプの面白ガジェットです。この底の部分にペルチェ素子が入っていて冷却するわけですね。ペルチェ素子自体も発熱するので、その熱を逃がすためのアルミの冷却フィンが中に入っていて、そして冷却ファンが上の部分にあると、そういった構造になっています。こんな感じで外部から給電しながらこういう風にくっつけると、こういう風にして使うわけです。マグセーフとかで高速充電するとワイヤレス充電器側も熱くなりますし、スマホ本体も発熱しやすくなってしまいます。さらにワイヤレス充電しながら使うとスマホのバッテリーも熱くなります。そんな問題があったわけですが、ペルチェ素子を使った冷却でそれを解決しようというのがこちらオスタンドのポーラーサークルなわけです。見たところ結構しっかりとした作りをしています。スマホ自体の熱を逃がす、そしてペルチェ素子自体の熱を逃がすために大型のヒートシンクが使われています。ピンが立ったようなヒートシンクですね。そして中に冷却ファンが入っていると。このワイヤレス充電器なのですが、スマホスタンドとしても使えるようになっています。これがスタンドになります。オスタンドというのがもともとトラスが出している回転スタンド製品でして、それとペルチェ冷却ワイヤレス充電器を組み合わせたのがこちらの製品となるわけです。マグセーフの部分は回転しますし、スタンドの部分もくるくると回転しますので、こんな感じで置いてあげるわけです。横置きだとこんな感じです。横置きの場合は角度2種類ありますね。このスタンドの足を使うか、このマグセーフ本体自体でやるか、どちらかです。あとは持ちながらでも使えます。こんな感じで両手で持つ場合もありますし、充電器を掴んでも OK です。では実際に使ってみたいと思います。マグセーフに対応しているので iPhone 16 Pro で試してみます。こんな感じで。はい、くっつきました。位置合わせは自動ですね。そして充電が自動で始まります。C2 については後方互換があるので、C ワイヤレス給電に対応したスマホなら充電可能です。ただ現状 C2 に対応している Android スマホは発売されていないので、発売待ち感はあります。このくっつく磁力の強さについては結構強いと思います。普通に使っている分には外れません。ただですね、思いっきり振り回したりすると、こんな感じで外れてしまいます。充電が始まるとペルチェ素子を冷却するためのファンが回転を始めるのですが、その音が意外と気になりますね。例えば静かな環境、図書館とかですね。あとは夜寝る前なんかに使うと気になる人はいるかもしれません。ただ許容範囲内の音かとは思います。実際聞いてみるとこんな感じです。実際音を聞いてみて分かったかと思うのですが、冷却ファンの低周波の音と高周波の風を切る音っていう感じですね。いろいろ試してみたのですが、冷却ファンが自分の方に向いていない時は静かなんですけども、自分の方に向いていたり、横の方にですね、向いていると、やはりファンの音が直接来ますので、騒音レベルは上がります。どうしても冷却ファンの音が気になる場合ですね、本体のボタンを3秒間長押しすれば、充電は継続したまま冷却ファンとペルチェ冷却が止まりますので、通常のワイヤレス充電器と同じように使えます。充電が 100% になった後もペルチェ素子での冷却は続けてくれるので、冷却しながらスマホを使い続けるなんてこともできてしまいます。ちなみに iPhone 側から電力供給してペルチェ冷却を使えるかと思ったのですが、使えませんでした。というわけで次は実際にどれくらい温度が下がるのか、そしてどれくらいパフォーマンスに影響するのかを実験を通して確認します。ちなみに参考のために使用時の冷却面の温度をサーモグラフィーで撮影しました。冷却面は10度台程度まで低下するようですね。これ以上温度を下げてしまうとスマホ側で結露する可能性があるので、これくらいの温度低下にしているのだと思います。では実際の使用時の温度を測定するため、こちらのセットアップを使って実験しました。室温は18度一定、iPhone 本体部分のディスプレイ面とカメラマンに熱伝対をセットしています。この下の部分に CPU、GPU などの一番発熱する部分があるからです。
給電方法については、押すスタンドポーラーサークルを使っている場合と USB-C で給電している場合の2パターンを用意しています。ワイヤレス充電器を使った場合はこのようにスタンドを立てて使いました。USB-C の場合も条件を近づけるため立てて実験しました。iPhone を発熱させるためにどうしたかというと、ベンチマークソフトである 3D マークのスチールノーマッドストレステストを使いました。どちらのセットアップもベンチマーク開始時に外部の USB 充電器をコンセントに接続し給電を開始します。またベンチマーク開始時のバッテリー残量は 100% と 50% の2通り用意しました。これは電池を充電しながら iPhone を使う場合と、充電が完了している iPhone に給電したまま使い続ける場合を想定しています。まずはこちらの実験結果、バッテリー残量が 50% の場合から見ていきます。これはディスプレイ側の温度です。どちらも18度からスタートしています。USB-C を接続した場合は温度が滑らかに上昇し続け、最高温度はベンチマーク終了時に 33.2 度となりました。一方で、押すスタンドポーラーサークルの方は25度程度で一旦温度上昇は止まっています。その後再び温度上昇を始め、最高温度は 31.2 度となりました。ペルチェ素子による冷却の効果がかなり現れているのではないかと思います。また実験終了後の温度低下も押すスタンドポーラーサークルの方が早くなっています。これは完全にペルチェ冷却のおかげです。ちなみにサーモグラフィーを使った温度分布の測定もやりました。このようになっています。細かく見たい人は一時停止してください。カメラ側の温度についても見ていきます。やはり傾向としては同じです。ペルチェ冷却を使ったワイヤレス充電器の方が温度上昇は低くなっています。ベンチマーク完了後に温度低下が逆転していますが、これはペルチェ素子の排熱が熱電対に当たっているためです。次はベンチマーク開始時にバッテリー残量が 100% だった場合の結果です。こちらもやはり押すスタンドポーラーサークルを使った方が温度低下しています。カメラ側の温度についても同様です。こちら一時停止して確認お願いします。全体的に言えることなんですけども、ものすごく温度が下がるわけではありません。10度とか20度とか温度が下がるわけではないんですね。ただ3度程度の温度低下は見込めるようです。次はベンチマークの結果についても見ていきます。バッテリー 50% で開始した場合で USB 給電ですと最高1956、最低1285、押すスタンドポーラーサークルの場合は最高1982、最低1383となりました。バッテリー 100% で開始した場合で USB 給電ですと最高1948、最低1299、押すスタンドポーラーサークルの場合は最高2000、最低1416となりました。最高スコアについては実験条件の違いなど色々あるかもしれないんですけども、押すスタンドポーラーサークルを使った方が50程度高くなっています。何回か実験してみましたが、全ての試行で冷却した方がスコアは高くなっています。最低スコアについては冷却した方が100程度高くなっています。これについては主に冷却の影響かと思います。3度程度の違いでも意外と効いてくるもんなんですね。ちなみにスコアの変化ですけども、冷却していないとスコアはどんどん下がり続けていきますけども、冷却しているとある程度のところでスコアの低下は止まって、その後はずっと平坦、そんな感じのスコアになっています。ここからは内部構造を確認するために分解していきます。早速分解していくのですが、こちらの底面部分に熱を加えると強化ガラスが外れるようになります。はい、外れました。強化ガラスを外した後は接着フィルムがあって、その下にマグセーフ用の磁石、そしてピンク色の熱伝導シリコーンが見えます。これでスマホからの熱をペルチェ素子によく伝わるようにしているわけです。ちなみにこちらのガラスは強化ガラスなのですけども、このガラスの部分にはアルミを使った方が熱的にはよく伝わります。ただこの部分を熱がよく伝わるアルミであったり銅にしてしまうと、ワイヤレス充電器としては動作しなくなってしまいます。なぜかというと、充電器の送電コイルから出ていく磁石がスマホ側に届かなくなってしまうからです。ちなみに構造を何も知らないまま分解を開始した個体もありまして、そちらの方はバキバキになっています。こちらのフィルムを剥がしていきますが、こんな感じでかなりしっかりめに熱伝導シリコーンが充填されています。やはりそれだけ熱を伝えるのが重要な製品なのでこのようになっています。過去分解した USB 充電器とかでも熱伝導シリコーンが充填されていましたね。こちらのフィルムの下をよく見てみるとワイヤレス充電用の送電コイルが見えてきます。こちらの送電コイルを剥がしてみましょう。このようになっています。なんか見えてきましたね。こちらに熱伝導グリスが塗られている白い部品があるのですが、こちらはペルチェ素子です。これを使って冷却しているわけですね。このようにカチカチと言っています。ペルチェ素子ヒートスプレッダーに焼き物を使っていますので、このようになるわけです。
冷却の方式なんですけども、ペルチェ素子で直接スマホを冷却するのではなくて、送電コイル部分のフェライトコアを介して熱伝導をしています。こちらのフェライトコアについても熱伝導シリコーンと、あとは接着フィルム、そして強化ガラスを介しているわけなんですけども、こんな感じの熱伝導経路になっています。さらに分解していくのですが、こちらに絶縁紙が貼ってあるので、これも取り外していきましょう。そうすると3箇所ネジが止まってるんですね。最初に分解した時、このネジの存在がわからなくてかなり苦労しました。そうしますと、後の分解はもう簡単です。はい、バラバラですね。分解が完了したのですが、基本的な構造はこのようになっていました。こちらがワイヤレスの送電コイル。そしてその下にペルチェ素子があります。ペルチェ素子を囲んでいるように回路基板があります。これはペルチェ素子の制御であったり、送電コイルの制御、USB 関連の制御をやっています。そしてさらに反対側向いていくと、こちらにも熱伝導シートが貼ってあります。そしてこちらがヒートシンクと冷却ファンです。この送電コイルはコイルとフェライトコアが一緒になったものを使っています。C2 の周波数は C の 128kHz より上がって 360kHz で動作しています。表皮効果が目立ってくるので導線での損失を低減するためリッツワイヤーを使っていました。ペルチェ素子を少しきれいにしてみました。TEC107102 というペルチェ素子が使われています。これは最大吸熱量 10W 程度のペルチェ素子です。ペルチェ素子以外に熱を伝えたくないので、基板とペルチェ素子の間に少しギャップが設けられています。こちらの基板ですが、ペルチェ素子の厚さに合わせて設計されているようです。なので一部の部品については実装方法が結構奇抜だったりしています。こちらのインダクターとかがそうですね。裏面を見てみるとこんな感じで、どうやって実装とハンダ付けしたんだっていう風に思います。そしてこちらはヒートシンクです。少し削ってみるとこんな感じでアルミの色が見えてきました。こちらアルミ製です。このように円柱状のフィンが立った構造になっています。表面積はかなり広く取られています。この形状を見てみると汎用のヒートシンクではなくて、この製品専用に設計されたヒートシンクのように思えます。こちらは冷却ファンなんですけども、ファンの音に若干の高周波音が混ざっていました。ファンの形状をもっといいやつに変えれば音についてはだいぶ良くなるでしょうね。こちらを分解した感想なんですけども、やっぱり結構コストをかけて作られてるなという印象です。特にヒートシンク周りですね。実際製品としてどうなのかっていう話なんですけども、単純にスマホを冷やすだけなら、スマホ用のペルチェクーラーを使った方が安上がりにはなりますね。それに加えて充電も同時にしようって思った時に、この製品が初めて候補に上がってくるわけです。市販のスマホ用ペルチェクーラーを使おうと思うと、ペルチェクーラーに USB ケーブルが1本、そしてスマホにも給電用のケーブル1本挿す必要があるので、結構ですね、やっぱり使い勝手として良くないかなというのがあります。USB ケーブル1本でスマホをワイヤレス充電しつつ、かつスマホを冷やす。そんな場合にはこちらの製品を選ぶと良いかと思います。次はこちらの USB 充電器について見ていきます。トラスのフレックスラインという製品なのですが、通常の USB 充電器と違って巻き取り式のケーブルを内蔵しているのが特徴です。こんな感じで伸びます。そしてケーブルをもう一回引くと自動でケーブルが収納されます。なかなか面白い製品かと思います。ケーブルを持ち歩かなくて良いというのは結構便利かと思ってます。こちらのケーブルなんですけど、結構伸びます。こんな感じです。一番伸ばした状態でケーブルの根元から先端まで約 70cm です。充電器のサイズ感なんですけど、40W にしてはちょっと大きめかなというのがありますね。これはやっぱりケーブルを内蔵しているからです。もう一つ特徴があって2台同時充電できます。内蔵ケーブルの Type-C があって、そしてもう一つ Type-C の差し込み口があります。それぞれ USB PD 充電に対応しています。それぞれで充電電圧を変えられるようになっているので、そこそこ金のかかっている高機能品です。今内蔵ケーブルの方は 9V、外付けのケーブルの方は 5V で充電しています。こちらケーブルを付け替えたとしても同じようにやっぱり動作しますね。どっちの出力も PD に対応しています。多分ですけど、この USB 充電器を長期間使っていて、初めに故障するのがこの巻き取りケーブル部分の機構かと思います。仮にケーブルだけ故障しても、もう一つの外付けケーブルが挿せるようになっているので、充電器としては使い続けられるようにはなっています。まあでも、なんといってもこの巻き取りケーブルが一番の特徴ですよね。こういった製品に可動部品を入れるというのは寿命の点でかなりチャレンジングな設計かと思います。これについても後で分解して構造を確かめてみます。次は基本的な性能を数値で比較していきます。こちらです。
扱える電力、体積、質量、体積あたりの電力、質量あたりの電力です。表の中の体積と質量が低くなるほど小型軽量となります。基本的には充電器の性能が高くなるほど大電力かつ小型軽量で作っていきますので、下2つの数値は大きくなっていきます。比較のために他社の同じクラスの USB 充電器も掲載します。こういったケーブルを搭載している USB 充電器があまりないので、他社品はケーブル非搭載のものです。電力ですが、フレックスラインは 40W、他社品については 45W のものを選びました。今回分解しているフレックスラインは USB 充電器部分に加えて USB ケーブル部分が本体に入っているので、その分体積と質量が同クラスの他社品に比べて2倍程度大きくなっています。ケーブルを内蔵していることを考えると単純な比較はできないのですが、体積あたり、質量あたりの電力を比べるとやはり性能が悪い方向に数値は出ています。高性能な USB 充電器ですと体積あたりの電力は 0.8 以上、中には1を超えるものもあります。質量あたりの電力についても 0.6 とか 0.7 くらいになります。こちらの充電器については電力とは関係ないケーブルの部分まで中に入ってしまっていますので、このように数値上は性能が低くなってしまうのです。だいたい他社品と比べて半分くらいですね。ただ実際の運用を考えてみると、ケーブルを内蔵されていない充電器を使う場合、充電器本体に加えてケーブルも持ち運ぶ必要があるので、トータルで見るとこっちの方が体積は小さくなることもあります。こういった実際の運用なんかについては数値だけでは見えてこない部分です。次に電力効率の測定をやりました。これはコンセントから取っている交流の電力をどれだけ効率よく USB 充電で使う直流電力に変換できるかを示しています。今回は内蔵の巻き取りケーブルを使う場合と外付けのケーブルを使う場合2種類の効率測定をしました。まずは外付けケーブルを使った場合の電力変換効率の測定結果です。この結果を見ることで充電器部分だけの変換効率がわかります。窒化ガリウムパワー半導体を使っていることを謳っているので全体的な効率は高いです。最高効率は 20V で 40W を出力している時の 89.9% です。一方で低電力時の効率は低くなっています。これは大体の USB 充電器と似たような傾向です。最近の USB 充電器は各社で小型化競争みたいのをやっている部分があります。なので発熱を小さくするために大電力時で動いている時の電力損失をなるべく少なくするように設計されています。実際こちらの効率カーブを見てみると大電力を使っている時が一番効率が高くなるようなカーブになっています。次はこちらの内蔵ケーブルを使った時の電力変換効率です。これを見るとケーブルまで含めたトータルの変換効率がわかります。結果を見てみると低電力時の効率低下が激しいですね。大電力時はそこまで大きな効率の低下はありません。というのも 5V と 9V 動作時はケーブルに最大で 3A 流れます。20V 動作時は最大で 2A です。こちらに書いたようにケーブルで発生する電力損失は電流の2乗に比例します。なので動作条件によってはケーブルで発生する電力損失が 2.25 倍も違うことがあるんですね。実際の電力損失カーブを見てみるとこのようになっています。まずはこちらは USB 充電器自体の電力損失です。そしてこちらのグラフが内蔵 USB ケーブルを使った時の電力損失です。これは充電回路の損失とケーブルでの損失を含んでいます。USB ケーブル自体の電力損失と比較すると最大で 1W 程度の電力損失が巻き取り式 USB ケーブルで発生しているようです。まあケーブルなんでこんくらいの電力損失はあるかなといったところですね。効率カーブの話に戻ります。出力電圧が低い時は電力を稼ぐために大電流を流す必要があります。そうするとケーブルでの電力損失が大きいので結果として低効率になってしまったというわけです。逆に出力電圧が高い時は出力の電力と比較するとケーブルでの電力損失は小さいので効率にはそこまで影響しないというわけです。次は温度測定です。まずは巻き取りの内蔵ケーブルを使って 40W を出力している時の温度を測りました。ケーブルを出した状態ですとケーブル側の表面温度はだいたい40度程度。充電器側はさらに高温となっていて66度程度となっています。常識的な温度上昇の範囲内には収まっています。今回は本体が大きいこと、そして表面積が広いことがプラスに働いて放熱面では有利になっています。ちなみにずっと触れるくらいの温度です。こちらの USB 端子の隙間から内部の温度が見えるのですが75度程度となっています。ちなみにケーブルは全て引き出していますがケーブル温度はだいたい30度程度です。
次は内蔵ケーブルを収納している状態で温度測定しました。ケーブル側の温度は41度、充電回路側の温度は64度となっています。温度には多少の誤差がありますけども、このケーブルが完全に中に入っている状態の方が、充電器側からケーブル側の方に温度がよく伝わるので、その分充電器側の温度は低くなっています。反対側の面に熱がよく伝わるということです。商用電源で使うようなコードリールですと、このコードを巻いたまま使うと中の被覆が溶ける、そういったケースがありますが、USB 充電器の場合はどうでしょうか。結果としてはケーブルをすべて収納したままでも問題ありませんでした。充電中にケーブルを引き出しましたが、50度程度となっています。これについては問題ない温度の範囲内かと思います。もし気になる場合は、こんな感じでケーブルを全部引き出して使うことをお勧めします。次は分解ですね。こちらスポンサー案件なんですけども、容赦なく分解していきます。こちらにある程度予備分解したものがあります。これね、コンセントの部分カチカチってやる折り曲げタイプのやつですね。これ便利なんで、どの USB 充電器も採用していますね。そして側面のカバーを開けていくのですが、全周にわたってプラスチックの溶着系の接着剤ですかね。そちらが使われていました。全周にわたって超音波カッターでカットをしています。そしてこの蓋を取り外すと、このように本体部分が見えてきました。こちらのケーブル部分、プラプラしないで結構カチッという風にはまるのですが、その秘密は裏を見てみると磁石がくっついています。このように強力な磁石を使って留めるという構造になっています。内部の構造について USB 充電器の本体部分、そしてケーブルの巻き取り構造で分かれるようになっていました。ちなみに USB 充電器の巻き取り部分の接続はピンヘッダーでやられています。それぞれ個別の要素について見ていきます。まずは USB 充電器回路部分です。こちらの回路自体の仕組みや動作原理について詳しくは説明しませんが、充電回路部分についてはこの電力クラスでよく使われるフライバックコンバーターを使っています。このケーブルにコンセントから来た交流電圧が入ってきて、フィルター、そしてヒューズ、コモンモードコイル、裏面を見ると電波整流のブリッジダイオード、これで交流電圧を直流電圧に変換します。電圧を直流に直した後は電解コンデンサーとインダクターを使った CLC の電圧平滑化フィルターを通ります。こちら一番大きな部品がフライバックトランス、そして裏面、こちらはスイッチングをするためのパワー半導体、こちらは窒化ガリウムですね。変圧器の右側では低圧の電圧の変換回路があります。こちらに四角い IC 部品2つがありますが、これは USB PD コントローラーです。それぞれの USB 出力で違う電圧を出したのは PD コントローラーが2つあったからです。スイッチングをするためのパワー半導体には GaN パワー半導体、これは窒化ガリウムパワー半導体ですね。それが使われています。3656ER03 と書いてあります。中国には GaN パワー半導体メーカーがいくつかあるので、それを使っているようです。品番は Google 検索を使っても出てこなくて、中国の検索エンジン Baidu を使って調べると出てきます。その他の設計についても見てきましたが、40W クラスの充電器でよくある設計です。逆に言うと実績のある回路を使っているということですので、信頼性の部分なんかは問題ないと思います。次はケーブル部分について見ていきます。ここがやっぱり一番気になる部分ですね。こうやって引き出してみるとケーブルがくるくると回転するのですが、これをどうやって接触を保っているのか、あとは耐久性なんかもかなり気になってくる部分です。では実際に開けてみます。はい。なるほど。充電回路部分とケーブルの接続には手動式の端子を採用しているようです。この回路に充電回路から出ているピンヘッダーが接続されます。そしてここに360度つながっている円周状のパターンがありますが、そのパターンが手動式、接触式というんですかね。その端子に接触してケーブルに電力を供給しています。他の基板と違ってこちらの基板だけ銅箔の色が金色かと思います。金メッキ仕様になっています。やっぱりちょっとこの部分にはお金をかけていますね。こちらの巻き取る力を加える部分には板バネが使われていました。これがあるから自動で巻き取れるようになるわけです。ちなみに基板と接触する端子部分については2並列となっていて信頼性が向上されています。ケーブルを引き出す時にカチカチ鳴っていたロック機構があったかと思うのですが、これを使っています。このように可動部分があるとどうしても耐久性が気になりますね。壊れるとしたらまずこの接触部分が擦り切れて接触がかなり不安定になる。もしくはこの中に使われている板バネが切れて巻き取りが使えなくなる。そのどちらかだと思います。とは言ってもこういった稼働する消耗部分が壊れたとしてももう一つ本体に USB 端子があるので一応充電器として使い続けることはできます。2口同時充電できるという機能なんですけども、見方を変えると保険的な機能でもあります。
分解後にちょっとだけ気になったことを検証してみます。巻き取りケーブルへの電力供給は接触方式でやっています。ですので本体にものすごく衝撃が加わったり、あとは思いっきり引っ張ったりすると、もしかしたら振動で瞬間的に電力供給が止まるかもしれません。それをですね、検証していきます。まずは衝撃試験ですね。衝撃を与えてみます。衝撃を与えても電力供給が止まることはありません。いいですね。あとはこんな感じで思いっきり引っ張り出した場合ですね。止まってませんね。このように試していますが、手動部分についてはしっかりと接触を保ったままになっています。いいですね。ただ現実的な問題として、バッテリーを内蔵しているスマホとかパソコンとかを充電するわけですから、一瞬だけ電力供給が切れたとしてもほとんどの人は問題になりませんね。というわけで、トラスの巻き取り式 USB 充電器とペルチェ素子内蔵のワイヤレス充電器について分解レビューしてきました。USB 充電器なんかは正統派の USB 充電器に便利要素である巻き取りケーブルを追加していますし、ワイヤレス充電器についてはペルチェ素子を活用した冷却機構を追加するなど、なかなかチャレンジングな製品作りをしています。どちらの製品も品質的には問題ないかと思います。一つ気になった点で言えば、こちらの巻き取り式 USB 充電器ですね。やっぱり可動部があるので、通常の USB 充電器と比べると寿命は短いかと思います。こちらの可動部が3年間持ってくれると個人的には嬉しいです。今日分解レビューしてきた製品については概要欄に Amazon の購入リンクがあります。興味のある人はぜひ確認してみてください。この動画が公開されてから6日間は Amazon ブラックフライデーセールで通常より 15% 安くなっているので、ぜひ検討お願いします。というわけで、もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。一見の公式 LINE もやっています。たまにセール情報などを配信していますので、ぜひ友達になってもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。動画の最後になりますが、一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか。一見では製品の宣伝、工場見学、アウトリーチ活動、人材採用への活用など幅広く対応いたします。これ以外にもお気軽にお問い合わせください。動画を作成すればその後は再生され続けて、動画が代わりに営業してくれます。やるなら早くをお勧めします。実績や詳細は概要欄にあるメールアドレス、ホームページからご連絡ください。それではご連絡お待ちしております。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。